一度は体験したいと思っていたしまなみ海道サイクリングをついに体験できました。しまなみ海道は都線と6つの島6つの橋を通り海峡を横断するサイクリングルートです。しまなみ海道サイクリングを楽しんでください。しまなみ海道は6つある日本のナショナルサイクリングルートの一つです。と四国の間に点在する6つの島を都線と6つの橋で結んだ大変人気のサイクリングルートです。海上を走る浮揚感と海岸沿いの道を走る開放感を味わえます。しまなみ海道に沿って村上水軍の遺構が点在していることが分かった。日本の軍友割拠時代、各地の沿岸でも海戦を得意とする水軍が台頭しました。水軍の中でも最も名高いのが村上水軍です。彼らの博物館を訪ねます。木郎山展望台から見た景色が素晴らしいらしいので展望台に登ります。当日、車で尾道港に到着しました。自転車を組み立て、線乗り場を目指します。しまなみ海道サイクリングルートの最初の工程、都線の乗り場に到着しました。都線から自転車が下車した後のタイミングで自転車を押して歩いて乗船しました。いいですか？はいはい。数分の船旅の後、無事向島に到着しました。向島の古い町並みです。しまなみ海道サイクル推奨ルートが道路上に青いラインで示されています。町並みを抜けて海岸沿いを走るとみかん販売の上りが見えました。柑橘類の栽培はしまなみ海道の主要産業の一つです。因島大橋が見えてきました。因島大橋をくぐり、因島大橋の東半道の入り口を探しました。ようやく入り口を見つけました。だいぶ来ました。こっちです。おお、ここまで上がってくる。こっから自転車道になるんだ。なだらかな東半路を登ります。3%。9時30分、因島大橋に到着しました。因島大橋がかかる海峡は多数の大型船舶が通行する航路になっており、そのため橋高が50メートルと高く設定されています。自転車路は車道の下に設定されており、いささか圧迫感を感じます。でも桁高が50メートルあるため眺めはいいです。橋を渡り終えると一般道までご褒美の下り坂です。因島の海沿いの一般道を走ります。造船所のクレーン群を見つつ内陸に向かいます。しまなみ海道サイクリングルートを外れ、因島水軍場を目指します。因島水軍場に到着しました。この水軍場は村上水軍の資料を展示するために建てられた資料を模した建物のミュージアムである。
村上水軍は群雄割拠時代に活躍した海戦を得意とする武士集団です。日本を統一した織田氏と戦い、一度は大勝を収めたことで、村上水軍は日本の歴史上に功績を放ちました。村上水軍のなりわいとして、支配の及ぶ海域を通行する商船から通行料を徴収していたこと、点在する島で狭められた海峡は流れが激しいために水先案内もしていたこと、壊れて傭兵として戦いに参加していたことなどが挙げられています。水軍城の変形と展示品の数々を示します。特殊な文を使って戦っていたことがわかります。降りてきて、これがブルーラインになってるんじゃないんでしょうか。ブルーラインに合流しました。これでブルーラインに生口橋への登坂路を登ります。11時40分、因島と生口島を結ぶ生口橋に到着しました。因島大橋では自動車道は車道の下にあり圧迫感を感じましたが、生口橋では自動車道と車道が同じレベルなので開放感が味わえました。島に到着し、登坂路を下ります。爽快です。海岸沿いの一般道に出ました。多々羅大橋を目指します。海岸沿いの道は爽快です。気持ちいい。生口島です。ジェラードで有名なドルチェです。ジョルテでは博多の塩味とレモン味のダブルのジェラードを注文し、糖分を補給しました。多々羅大橋の全景が見えました。多々羅大橋への登坂路の壁にはしまなみ海道の橋の自転車通行料の無償化に協力した企業の名前が掲示されています。感謝です。たくさんの荷物を積んだ自転車を押していく人がいました。生活道路として利用されています。12時41分、多々羅大橋に到着しました。この橋では竜の鳴き声を聞くことができると言われています。ここがこういう風になって橋桁がなっています。それでここに泣き竜の説明があります。OK、じゃあやってみましょう。多々羅泣き竜です。1、2、この辺かな。どうだろう。こっちのそうですよ。なるほど。シャラシャラシャラと言いますね。素晴らしい。橋の中央部には
広島県と愛媛県の県境があります。大三島に上陸し、海を左に見て走行します。右に折れて大三島橋への東阪路に入ります。1時25分、大三島橋に到着した。しまなみ海道サイクリングルートでは最も短い橋です。庭園業で有名な博多島に上陸しました。サイクリングルートの右に出現した造船所のクレーン群を見つつ博多島を走行します。14時4分、博多大島大橋に到着しました。開放感のある大橋を進みます。左に大きく見える島が鵜島で、鵜島の右に見える小さな島が能島村上水軍の本拠地のあった能島です。橋を渡り終え、しまなみ海道の最後の島である大島に上陸しました。東阪路を下り一般道に出ました。左に海峡を見ながら走ります。海峡に潮流が発生しているのが分かります。日は大潮でした。満潮と干潮の中間の潮流が一番激しい時間に能島と大島の間の海峡が狭くなった地点に到着しました。そこで非常に激しい潮流が観察されました。村上水軍は水先案内をやっていたとされますが、当時の商船の運航者がこの潮流を乗り切るために村上水軍の助力を挙げ対価を支払ったということに納得させられました。能島を過ぎて海峡が広くなると潮流は穏やかになりました。先ほどのあれがないね。しまなみ海道サイクリングルートから外れて村上海賊ミュージアムに立ち寄りました。能島村上水軍の奇跡が展示されています。しまなみ海道サイクリングルートに戻り大島を横断します。しまなみ海道サイクリングルートから離れ木戸山展望台を登るルートに入る。全長約4キロ、標高約300メートルの坂を登り始める。頂上まであと 0.5 キロの標識を見た瞬間、力尽きて足をつけました。頂上まで歩いてしまいました。悔しかったです。展望台から眺めた来島海峡、絶景でした。自転車で苦労して上がったのでなおさら美しく感じました。来島海峡大橋です。ちょっと眩しいね。木戸山展望台は世界的建築家の隈研吾さんの設計です。山の山頂を大きく削ることをせずに本来の稜線をなるべく残すというコンセプトで設計されたそうです。あいにく午後4時になり帰国なった日が来島海峡大橋にかかって逆光になったのが残念だったけれども、それを差し引いても素晴らしい風景だった。サイクリングルートに戻り来島海峡大橋を目指す夕日を背に大橋が姿を現す。17時5分、来島海峡大橋に到着しました。大橋へのアクセス橋の途中で充電が終了してしまいました。残念ながら大橋を渡橋する映像は撮れませんでした。この後、全長4100メートルの大橋を渡りました。渡橋途中で日が落ち、薄暗い中を四国に到達してきました。18時35分、今治駅前のホテルに到着しました。脚力に合わせた計画を立てればどなたでも楽しめるのがしまなみ海道サイクリングルートです。ぜひ皆さんもトライしてみてください。